ソニー Vlocam ZV-E10。ソニー Vlocam ZV-1。結局どっちを買ったらいいの？そんな問題をズバリ解決していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はいどうも、ひまわりまさでございます。さあ今日もですね、楽しくカメラのお話をしていきたいと思います。今日ですね、9月の17日に発売されるソニーの Vlocam ZV-E10 と、すでに発売されているその弟分であるソニー Vlocam ZV-1、結局どっちを選んだらいいの、どっちがいいの、そんなことをですね、10個のシチュエーションからあなたに合ったカメラをご紹介していきたいと思います。これから ZV-E10、ZV-1 どっちを買おうかなと思っている方、そしてすでに ZV-1 を持っているんだけども ZV-E10 買った方がいいの、そしてソニーの α のミラーレスをもうすでにお持ちであってサブカメラとしてどっちを買ったらいいのと思っている方に向けてですね、今日はですねお伝えしていきたいと思います。早速ですね、10個のシチュエーションでどっちのカメラが合っているのか、そしてその後にその理由をですね一個一個お話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。1、こうやって手持ちで自撮りをする場合は ZV-E10、 こうやって POV スタイルで Vlog を撮る方は ZV-1、 暗いところで撮影するなら ZV-E10、 気軽にトートバッグとかに入れて持ち歩きたい方は ZV-1、 子供たちの動画を撮りたい方 ZV-1、 ポートレート、人物を印象的に撮りたい方 ZV-E10、 手ぶれをなるべく抑えたい方 ZV-1、ZV-E10 をキットレンズのまま使おうと思っている方 ZV-1、E マウントをすでに持っている方 ZV-E10、コストを最低限抑えたい方 ZV-1。 はい、というわけでその以上10個のスタイルでどっちのカメラがいいのかっていうのをお話ししていきました。さああなたはどっちだったでしょうか。さあこれからですねその理由をですね一個一個お話ししていきたいと思います。ではね引き続き、お楽しみください。それでは理由いってみましょう。はい、まず1つ目のですね、こうやって手持ちで自撮りをしたい方、これね ZV-E10 の方が合っていると思います。なぜなら画角の問題ですよね。はい、ZV-1 というものは広角端 24mm なんですよ。はい、で大抵こうやって自撮りをするときっていうのはアクティブ手ブレ補正を有効にします。そうするとかなり手ブレが抑えられます。ただこれを有効にしますとクロップと言いまして、これ前回の動画でもお話ししたんですけども、画角がクロップされてしまいます。どのぐらいクロップされてしまうかと言いますと、今これがですね 24mm の画角でございますね。ここからどのぐらいクロップされるかと言いますと、このぐらいクロップされてしまいます。クロップ解きますとこのぐらい、クロップされますとこのぐらい、結構クロップされてしまうんですよ。でこのクロップ加減っていうのが手持ちで撮った時にかなり窮屈になってしまいます。こういうねグリップなんかをつけてグーって手を伸ばせるのであれば大丈夫かなと思うんですけども、狭い場所とかでこのぐらいの距離とかで撮りたい時ってあると思うんですよね。そういう時はこの 24mm プラスアクティブ手ブレ補正の画角ですとですねかなりきついと思います。でこの ZV-E10 っていうのはレンズが交換できるので、これも前回ご紹介しましたタムロンの 1120mm の F2.8 の、広角ズームレンズとか
サムヤンの 12mm の F2 の広角の単焦点レンズ、これをつけますとかなり広い画で撮れるので、このようにこのぐらいの距離だってもわりかし全体的に撮れると思いますので、こうやって手持ちで、撮りたい方っていうのはぜひね、ZV-E10 おすすめだと思います。そして2つ目、 POV スタイルで Vlog を撮りたい方、POV スタイルとですね、日常を自分の目線で、例えば買うものなんかをね、なんか商品なんかをこう見ながら、あ、これいいなとか喋りながら、街中をこうね映しながらですね、撮影していくスタイルなんですけども、これをしたい方っていうのは ZV-1 の方がおすすめだと思います。まあ単純に片手で持つ場合はコンデジの方が絶対楽です。でアクティブ手ブレ補正も入っていますので、かなり安定した映像が片手で撮ることができます。はい、なのでこのスタイルで撮る方っていうのはぜひね ZV-1 おすすめでございます。3番目、暗いところで撮影する場合、これはですね、ZV-E10 がおすすめだと思います。これ2つ理由がありまして、1個目がセンサーサイズの違いでございます。センサーというのはこのレンズを外したここです。この部分をセンサーサイズと言います。これが、ZV-E10 は APS-C と言いまして、この α6500 と同じセンサーサイズを使っています。で ZV-1 というのは1インチセンサーと言いまして、ここの大きさがもっとちっちゃいんですよ。でここの大きさが大きければ大きいほど光を多く取り込めます。カメラというのは光をどれだけ取り込めるかによって明るさが変わってきます。はい、なので大きいセンサーであればあるほど光を多く取り込むことによって明るく映像が変わると思います。そしてですね、レンズが交換できるので F 値の明るいレンズ、例えば F1.4、これなんかはですねシグマの 16mmF1.4 というですねすごく明るいレンズでございます。あとですねマニュアルフォーカスになりますけども、0.95 とか F0.95 とかっていうですねめちゃくちゃ明るいレンズもありますので、レンズ交換をしながら暗い場所で撮影するのはそっちの方がおすすめでございます。気軽に持ち歩くならこれも言わずと知れた ZV-1 でございますよ。例えば ZV-1 とかであればポケットにも入りますし、トートバッグのちょっとしたサイズのポケットなんかにもスッと入りますので、持ち歩くにはですねこの ZV-1 ぜひおすすめでございます。子供たちの動画を撮るのであれば ZV-1、 これはですねちょっと悩ましいとこなんですよ。すごく、例えば ZV-E10 で単焦点レンズですごくぼかした印象的な絵が撮りたい場合は、ZV-E10 の方がいいと思うんですけども、基本的には動画というものは広角と要は引きの絵と寄りの絵、この引きと寄りで動画は構成していきますとかなり印象的な映像になってきます。なのでこの ZV-1 であればもうズームレンズなので、レバー一つで広角望遠ができますので気軽に印象的な映像が作れると思います。ポートレートを撮るなら ZV-E10、 これはですねレンズ交換ができるということでございますよね。はい、やっぱりですねZV-1 の場合はズームしてしまいますと、F 値が上がってしまいます。はい、F 値が低いほど F1.8、1.4 とかであればあるほどぼかしたいいね描写的なポートレートが撮れると思います。はい、なので例えばこういったシグマの 16mm の F1.4 とかこのような、シグマの 30mm の F1.4 とかね、あと 56mm の F1.4 とか、E マウントのレンズは APS-C のですねこういった結構安くていいレンズがたくさんあります。なのでポートレート、印象的なポートレートを撮りたい方はぜひね ZV-E10 使ってみてください。
そして手ブレを抑えたいなら ZV-1、 これはですね、中の手ブレ補正の問題でございます。はい、ZV-E10 というものは電子式の手ブレ補正しかありません。はい、それに代わり ZV-1 というものは電子式とあと光学式の手ブレ補正があります。光学式の手ブレ補正というものはこれ α6500 光学式の手ブレ補正でございます。はい、これね振るとですね中のセンサーが動くんですよ。これどういうことかと言いますと、見てくださいね。振ると中のセンサーが動くんです。わかるかな。これどういうことかと言いますと、中に手ブレ補正の光学式のものが入っているので、実質この中で手ブレを抑えてくれます。で電子式のものはデジタルの中で少しクロップさせて、その中で手ブレ補正を電子的にかけるというですねものでございます。分かりやすい動画いっぱいあると思いますので、ぜひそちら見てください。 ZV-1 は両方入っていますので、かなり手持ちで撮った時に滑らかな映像が撮れます。で電子式の手ブレ補正だけですとなかなか厳しいと思うんですよ。なのであとはレンズとの組み合わせ、レンズで手ブレ補正が入っているのがなかなか少ないので、自分の好みのレンズが手ブレ補正が入っていないと、結構ね手ブレはしてしまうと思います。なので手ブレを抑えたい方は ZV-1 の方がおすすめでございます。はい、それでは8番目 ZV-E10 を購入してキットレンズを使うのであれば、これ ZV-1 の方がいいと思います。これなぜかと言いますと ZV-E10 はですねレンズ交換式のカメラでございます。なのでこれはレンズ交換に価値があるんですよ。レンズ交換をすることによっていろんな表現を変えることによっていい映像を作っていきましょう。はい、でこのキットレンズ 16mm から 50mm の F3.5 から F5.6、この光学端の 16mm でもやっぱり F3.5 なんですよ。はい、で ZV-1 の方は光学端であれば F1.8 というですね結構明るいレンズが入っております。なのでキットレンズだけ使うのであれば、ZV-1 を使っていたとしても、ZV-1 の方が僕はいいんじゃないかなと思っています。センサーサイズの大きさとかはあると思います。だけども、それを含めた上で、キットレンズを使うのであれば僕は ZV-1 を使ってた方があまり表現としては変わんないのかなと思います。ZV-E10 を使うのであればレンズ交換をして表現を変えていく、これをすることによって ZV-E10 の、良さがねもっと引き出せると思いますので、ZV-E10 を買ってそのままキットレンズを使い続けるのであれば ZV-1 を購入した方がいいと思います。9番目 E マウントレンズをすでに持っているのであれば ZV-E10 がいいよ。これは先ほど8番で言った通り ZV-E10 を購入してキットレンズを使うのであれば、ZV-1 の方がいいですよということだったんですけども、レンズ交換をして表現を変えるものを元から持っている、元からレンズを持っていて表現をいろいろ変えることができるという方はぜひね ZV-E10 を買って、表現を変えてみてください。僕は α6500 を持っていまして、E マウントの APS-C 用のレンズ、ZV-E10 で使えるレンズを1,2,3,4,5 本持っているので、僕は ZV-E10 を買ったら5本のレンズを使うことによっていろんな表現を変えることができます。はい、でこれ元から持っていないのであれば新しく購入をするので、新しく購入したいという方は ZV-E10 でいいと思いますけども、買わないのであれば ZV-1、レンズをこれから買うのであれば ZV-E10 と持っていた方がいいかもしれません。それでは10番目、コストを最低限で抑えたい人は ZV-1。はい、これは8番と9番の流れでもあるんですけども、ZV-E10 はAmazon 価格で見ましたら、ボディ本体だけで7万円ぐらいでございます。はい、
ZV-1 は約8万円ぐらい、で ZV-E10 のキットレンズ込みでも8万円。これ安いですよね。ただここからレンズを買い足す場合にはその分お金がいっぱいかかってしまいます。で映像を撮る場合はそれプラス ND フィルターとか必要になってきますね。はい。でそれを込み込みの値段を考えると ZV-E10 で新しくレンズを買おうという場合はいろいろコストがかかってしまいます。ボディ本体だけの価格で抑えられるのはこの ZV-1 だと思います。 ZV-1 にはですね ND フィルターも内蔵してますので、映像を撮る際にはそれ1個あればなんかもう撮れちゃうよという感じでございます。例えばですね、ZV-E10 をボディだけで買って、あと前回僕がご紹介いたしましたタムロンの 11mm から 20mm の F2.8 同士のレンズを買う場合、これはこのレンズはですね約8万円します。 Amazon 価格で79,200円します。なので両方買ったら14万円15万円ぐらいになってしまいますよね。そのコストがかかりますので、本当ボディ本体だけの価格で抑えたいのであれば ZV-1 がおすすめなんじゃないかなと思います。はい、以上がですね僕がですねシチュエーション別で選ぶ、ZV-E10、ZV-1 どっちがいいですかというお話でございました。これはですね皆さんの参考になれば幸いでございます。はいね、あとですね、ZV-E10 の発売もですね、1ヶ月を切りました。皆さんね、ご予約された方はですね、楽しみにしてるんじゃないかと思います。なので、これがですね、この動画がですね、ZV-1 ユーザー、ZV-E10 ユーザーのですね、参考になってくれればいいかなと思います。はい、それではですね、この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いいたします。今日も動画を最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。